子は亡くなりましたね。ああ、そう。多分3ヶ月とか。はあ、ひどいな。多頭飼育崩壊、悪質なブリーダーの下で数えきれない命が失われた。大阪府寝屋川市、この場所もまた全国的に報じられた崩壊現場の一つである。どんな扱いを受けても犬は受け入れるしかないんですよ。元従業員たちが語る知られざる実態。兄弟の上で寝てたりとか。あ、もう死体の上でそう寝ていたりとか。もう労働じゃないですね、奴隷でしたね。自分がここを辞めたらこのワンちゃんたちはどうなるんだろうっていう思いでみんな働いてたので。2022年、当時このブリーディング施設では合計400頭を超える犬を飼育、100頭以上の犬が亡くなったとされている。翌年2023年、動物愛護法違反、その他2件の罪によりオーナーは逮捕・起訴された。その後5名の僧侶により命を落とした犬たちへの祈りを込めた供養が行われた。そして今回、関西クリーンサービスが再びこの現場に足を踏み入れる。残された過去の痛みの痕跡、それを一つ一つ浄化しながら、この場所を新たな未来へとつないでいく。事件の裏側にあった日常。私たちは当時を知る元従業員の証言に耳を傾けた。本日はわざわざありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元従業員の A さん。現在裁判中の本事件を立件した告訴人の一人である。早速なんですけれども、飼育の実態について、ワンちゃんたちはどのような環境に置かれていたんでしょうか。言葉ではちょっと言い表せないぐらいひどい状態ですね。狭いゲージの中に詰め込まれて、糞尿まみれで、ゴキブリとかネズミがたくさんいる状況。ワンちゃんの餌に集まってくるんですか。特に不衛生だったので、どれだけ掃除してもやっぱ糞尿とかに寄ってきてしまうっていう。スタッフの人数っていうのは何人ぐらいだったんでしょうか。入れ替わりが激しくて、もう雇用されてるとかじゃなかったんですよね。人が言うには業務委託やって完全自由出勤制を謳ってたんですけど、常時誰かがいるっていう状態ではなかったです。もう誰もいない状況もありました。あるんですか。誰も出勤していない。そうです。そうなったら餌とか誰があげるんですか。あげない。あげないんですか。はい。じゃあ丸一日ご飯食べれないワンちゃんとかも。そうです。でそれをかわいそうに思ったスタッフがあげに行ったりしたら、私は頼んでないって言って無給で働かせてました。給料払わずで。ワンちゃんたちがかわいそうだなって思う両親につけ込んで、あなたが勝手にやったこと。そう、あなたが勝手にやったことで、私は頼んでないんでお金は払わない。反論して自分が行かないってなったら犬たちがご飯食べれなかったりとか、お世話できなかったらとか、お水がなくなったらっていう心配ですもん。そうです。だから犬のことを思う人から連れていく職場でしたね。なるほど。我々は当時の現場を知る別の人物にも話を伺うことに。ここだったら自分がやりたいことができるなと思った求人内容だったんで、ここに応募させてもらって働き始めたっていう感じですかね。元従業員の B さんにとってブリーディングは初めての仕事だった。ここ壁1年はずっとワンちゃんの経営で、入り口入ってすぐにワンちゃんたちがいるのと、一番奥の部屋に産室って言って、お産前のワンちゃんがたくさん、ちっちゃい子と
お母さんとみたいな感じでしたね。さんはずっといたんですか？いたりいなかったりでしたね。まあ、夢中になってるのは SNS やったんで、はい。まあ、そればっかり夢中で何もしてなかったですね。ああ、そうなんですね。虐待されていたと感じられますか？そうですね。わかりやすく殴る蹴るとかじゃなくネグレクトですね。ああ、そうですよね。育児放棄みたいなもので食事も満足に与えられてない時があって、はい。病気をしても病院に連れてってもらえないでそのまま苦しみ抜いて死んでいくって幼くて、まあ、可愛さがりの子犬が、まあ、弱って死んでいく中に次々後輩を指示して死んでる犬がおるのにその子たちをシャンプーして SNS に上げろって指示して、まあ、いわゆるキラキラしているような。そうです。あスタッフを連れてドッグランとか行ってその様子を SNS にアップするっていうのが大好きだったんですよ。あ、なるほど。ちゃんと運動させてますよっていうのをアピールしてたかったんか。回転するんですか？そんなすぐこう売れていくというか。いや、あんまり売れてなかったと思います。ってなると、まあ、ワンちゃんもこう年老いていくというか。で年齢を重ねた犬がほとんどいなかったです。数頭でした。でそれを SNS にアップしました。老犬がいますみたいな。でそのアピール用に置いてただけで、だからその年老いた犬たちとか疾患がある犬たちって気づいたらいなくなってたりしてたんですよ。へえ。だからどこに行ってるのかわからない。処分されてた可能性もあるという。様子が知りたいって言っても里親さんと連絡取れないって言ってごまかされて。あ、なるほど。好意的なコメントであふれる子犬の動画。華やかな SNS の裏で多くの犬が命を落としていく現実にスタッフは葛藤し深い苦しみを抱えていた。不信感とか違和感を感じ始めたのって大体いつ頃ですか？面接の段階であ、もうその時点でここちょっと。もう異常な犬の鳴き声、もうハエがブンブン飛んでてものすごい匂い、扉を閉めてるにもかかわらずもう漏れ出てくる匂いで吐き気催すぐらいのひどい匂いだったんで中には入れてくれなかったです。あ、そうなんですね。オーナーはもともとそのポメラニアンが好きでポメちゃんが多かったんですけども、犬種が好きみたいな聞かれてトイプードルって答えたらうちはあんまりトイプードル好きじゃないねんなみたいなことを言い出して。勤めて1ヶ月が経つ頃、行政の立ち入りも増え始めたという。法律的な面で言うとワンちゃんの長さと高さかける2倍っていうのがあるんですよ。基準に合わせるために行政が来た時だけケージに1匹になるように車に詰め込んだりしたんで、おしっことかでケージの錆びてる部分でその錆もダメなんですよ。行政が来る前にオーナーから指示があって錆をマジックで塗れと何をしてるんやと思って。こちらのポメラニアンリツです。リツ。この子は亡くなりましたね。ああ、そうですか。これ何歳ぐらいのワンちゃんなんこですの子は多分3ヶ月とか。か？はあ、ひどいな。病院に連れてってくれないから原因が分からなくて。だいたいこの動画のあと何日ぐらいで。この後すぐです。あ、この日のうちに。そうです。あったんですね。わあ、ひどいな。一つの小さいゲージの中で飼育されてて1匹だけが亡くなっているとかもあったんですか？はい。でその兄弟の上で寝てたりとか。あ、もう死体の上でそうです。寝ていたりとか。やっぱりスタッフたちも犬が好きやから自分が可愛がってる子をシャンプーして家に連れて帰ってお家でちょっと泊まって犬もふかふかのベッドで綺麗なとこで涼しい場所で寝れてってやったら戻そうと思ったらすごい嫌がるんですよ。ワンちゃんがでもそれは犬やからそのまま自分の手元に置いとけない。近隣の苦情とかもやっぱりすごかったんですか？すごかったですね。入り口で車に唾かけて行ったりとか、まあ、出ていけって言った方も言ってましたね。まあ、その方たちの気持ちはすごいわかるので。400匹近くが一斉に吠えるのですごい騒音でした。だからお隣のマンションの方とかはもう洗濯物にも匂いがつくし、ゴキブリネズミと
とかも走り回ってたんで、お隣のマンションとかにも多分行ってたと思うんで。特殊清掃を今させていただいている今途中なんですけれども、天井裏の鉄骨部分にですね、結構イタチとかネズミの糞がすごかったんですよ。すごいゴミが積み上がってるんで、そこを掃除しようと思ったら結構バラバラになったネズミの死体とか出てきたんで、イタチとかも入ってたと思います。ああ、そういうことですね。わあ、ひどいな。警察は動かないんですか、こういうのって。何回も通報されては来てますけど、注意だけで。ああ、これが例えばこう人間とかだったらなんか保護されたりとか、そうですね。行政が動き出したりすぐするんでしょうけど、亡くなられたワンちゃんっていうのはどのように弔われていったんでしょう。亡くなったら冷凍庫に入れてて、パンパンになったらどっかに持っていくんですけど、その火葬して安置してるって言ってたんですけど、遺骨を一回も見たことなくて、どこに持ってってるのかはわからないです。ただ段ボールにぎゅうぎゅうに詰めてどこかに持ってったのだけしか見てないです。冷凍庫の大きさってどれぐらいの？家庭用の冷蔵庫のちっちゃい、一人暮らしが使うちっちゃい冷蔵庫です。だからすぐにいっぱいになって。1台ですか？1台です。でその中に食品とかも一緒に入れてて。食品っていうのはワンちゃんの食品？いや。あ、そうなんですか。はい。餃子とか入ってました。あ、冷凍餃子とかだ。だから何とも思ってなかったんだと思います。そういうことですね。あ、ちょっともう感覚が違うんかな。あ、なるほど。ちょうど目の前で子犬が弱ってる時、ミルクをちょうどあげてる時だったんですけど、ダメだってなった時にオーナーがいなかったから電話で聞いて、冷凍庫に入れといてと。せっかくみんなで大事に育てた命なのに、こんなもん。ゴミが乱雑なんで、片付けようってなった時に一緒に子犬も段ボールに詰めてたんで、もしかしたら、ゴミと一緒に出してたんじゃないかなって。どれだけ遺骨を戻してほしいって頼んでも遺骨が返ってきたことはないんですね。骨残らないって言われた。あ、そうなんですか。骨の残らない処分の仕方をされていたってことですね。そうですね。裏を返せば、なんか聞けば聞くほどね、結構ちょっと胸が苦しくなるという。そうですね。思い出しても今辛いぐらいなんで。実際あれですか、お客さんって結構多かったんですか、その買いに来られる。見学に来られるお客さんはすごく多かったんですけど、もう大多数の方が施設に来た時点で異常な匂いに気づいて待ちしかめるんですけど、やっぱり子犬は可愛いからここでお迎えする方もいらっしゃって、販売後トラブルは絶えなかったですね。販売後のですか。そうです。お迎え後にものすごく病気が見つかったとか、検査とかするといろんな病気とかやっぱ出てくるんです。すごい数の寄生虫とか、耳ダニはほぼ全員いました。耳が痒くてしょうがないって言ってなって、かきむしって可能するぐらい結構かゆみが強い。でもあとは検便するともう寄生虫だらけ。言葉悪いですけれども、返品されたりもするパターン。どういう対応してたかはわからないですね。そうなんですね。販売予定のワンちゃんが亡くなって、悲しんでたお客さんもいましたね。この子を気に入って飼うってなった子が施設の中で死んじゃって。それをお客様に正直に言わずに似た子を探せって言って。それ騙して売ったりも。でもその似た子も亡くなったんです。それってどうなるんですか。もうわからないです。だからそのお客様がどうなったのかっていうのは、お客様とのやり取りは一任しとったんで。そういうことですね。そのオーナーさんですね、どんな方だったんですか。犬も人もお気に入りには優しいタイプ、それ以外の人間には辛辣ですね。なるほど。周りを巻き込んでその子を排除しようとします。やめさせようとしますね。私やめさせるの得意やからって言ってましたね。そうなんですね。まず罰金とか設定されてる時点で。罰金があるんですか。あります。それは従業員の方に対して。そうです。どのような罰金ですか。ちなみに。休んだら罰金です。遅刻したら罰金です。大体いくらぐらいの罰金があった。1時間1500円とか引かれてましたね。それ払ってらっしゃる従業員の方いました。だから何ヶ月もほぼ無給っていうので、痩せていく従業員の子とか言ってました。それでも辞めない方。自分が辞めたらそうですね、犬たち世話する人間いなくなるからっていうので。それを巧みに利用してた。そうですね。オーナーさんは。ひどいですね。
暗い部屋の中央に置かれた一つのランタン。この施設では停電が頻発し、空調も止まることが多かった。冬は極寒、夏は灼熱。犬も人も過酷な環境にさらされていた。温度計の画像もありますけれども、31度、31.1 度、湿度 81%。温度以上に蒸し暑く感じる。ですよね。スタッフの方も。そうです。もう暑くて、もう気分悪くなったり、髪の毛とか服にもう全部匂いがついて、もう家に帰ったらすぐにお風呂に入らないといけないぐらい。はい。全員にご飯あげるっていうだけでもやっぱ4時間ぐらいかかるんですよ。一頭一頭分けて一頭一頭ご飯ちゃんと食べてるの見てってなったらそのぐらい時間かかって、やっぱ水替えだけでも2時間以上かかるのに2時間で終わってないから2時間分しか払えませんみたいなことをずっとやってましたね。他の子は2時間でできてるとか、私なら2時間でできるっていう。従業員の方の労働環境もかなり劣悪ですね。もう労働じゃないですね、奴隷でしたね。はあは業務委託やって言い張ってた。だから成果がないとお金を払えないっていうのが言い分だったんですよね。労基とか行ってもはいはい、雇用されてないって言ったらまた我々できることはないですって言ったから泣き寝入りですね。当時私汚いチラシの裏に、はい。これですよ、明細。こんなんです。これが給与明細ですか。そうですね。もうチラシ、これチラシですよね。そうです。これの裏にそうです。これが給与明細ということで。ちゃんとして明細を絶対出さなかったです。メモでわかるでしょって言って。お疲れ様です。保存訓練中です。はい。ここからどういった感じで進められるんですか。保存を訓練させて、このままちょっと置いといて数時間で、換気してまた洗浄してまた保存しての繰り返しです。呼吸がちょっとしづらい、お話ししにくそうな感じが。そうですね。ちょっと吸い込んじゃいましたね。はい。はい。本来マスクつけてやるべきところなんですけど、ちょっとこの暑さでシャワー浴びたかのようなこの汗でマスクですらもしんどかったね。すいません。はい。あなたのせいで犬が死んだとか、あなたのせいで犬が骨折した、いくら払えって。劣悪な環境で過労に倒れ病院に運ばれたスタッフ。過密飼育による事故に巻き込まれた者もいた。元オーナーはあらゆるトラブルの責任をスタッフ個人に押し付け、金銭を負担させたのだった。辛い場面に遭うことが多いので、正常な判断能力がだんだんなくなってくるんですよ。やっぱり冷静じゃない状態になるので、の言うことを聞きやすくなってしまう。ああ、そういうことか。犬をメインに考えてしまう人がコントロールされやすかったですね。辞めたら人が少なくなる。で、従業員の負担が大きくなるっていうループだったんで、給料云々とかではなくて、自分がここを辞めたらここのワンちゃんたちはどうなるんだろうっていう思いでみんな働いてたので、できる限りの範囲の中でお散歩に連れて行かれることもあったとおっしゃっておられましたけれども、ゲージを開けた時とかってやっぱりもうすごい飛びついてくるんですか。全部飛び出してきます。スタッフがみんな可愛がってたから、犬たちって人間のこと信用してるんで、お世話の間のわずかな触れ合いに興奮して飛び出してくるって、我先にって言って、3頭一緒とかに飛び出してきたら受け止めきれずに落下させてしまう子もいて、はい、そのまま打ちどころが悪くて亡くなってしまった子もいてる。で、落としてしまったスタッフの子はもう震えて自分のせいで死んだってなって、泣きじゃくって、事故を未然に防ぐっていうことをしていなかった。里入れして過密飼育してるのが悪いんですけど、自分が殺してしまったと思ってる女の子にお金を請求する。だから言ったらもう泣きっ面に蜂みたいなんですよね。
動物愛護をめぐり現在裁判中の本事件。告訴に至るまでには大変な労力を要したという。蛇口を閉める、もうこれ以上産ませない、はいはいはいから犬を取り上げるはいいうのが一番早いはい解決方法っていうので、どうすればいいかっていうのにいろんな人に相談して、最終的にはエヴァさんにたどり着いて、そこで手を差し伸べてもらった。なるほど。ご相談された時にはもうすでに何件かエヴァさんの方にも情報が入ってた。そうです。私が相談する前に何件も通報があったそうで、事態を重く見て詳細を伺わせてほしいっていうのが事の発端やったので。なるほど。立件されるまでどれぐらいの期間がかかったんでしょうか。1年以上はかかったと思いますね。すごい量の証拠が必要だったので、バレないように他のスタッフにもバレないように集めるっていうのがすごく大変でしたね。全く同じようなことが行われているブリーダーさんって全国にやっぱりあるものなんですかね。大多数が真面目にお仕事されてる方たちだとは思うんですけれども、数は少ないけどでも似たようなものはあると思います。なるほど。ペットの生体販売とか、ブリーダーについて正直どのように思われますでしょうか。生体販売自体が悪いとは思ってなくてですね、その販売に至るまでに犬たちがちゃんと幸せに食われるような、環境なのかっていうところを事件が表面化するように、通報するとすぐに行政が対応できるような、スムーズな状態になるのが一番かなと思いますね。生体販売がなくなれば変な話みたいな人間が表に出なくなって地下に潜って犬のやり取りをやってしまうって言って、やっぱり犬が欲しいって方はたくさんいらっしゃると思うので、そういうのがなくならない限りは不幸な犬たちはいなくならないかなと思いますね。どんなにひどい扱い、ご飯を抜かれようが室温が30度超えのところに放置されようが、あったら尻尾振ってこっちを呼ぶって、どんな扱いを受けても犬は受け入れるしかないんですよ。残ったワンちゃんっていうのはどうなったんですか。いろんなところに行ってしまってるみたいで、そのワンちゃんたちの行方っていうのは全頭どこに行ったかっていうのはわからないです。で里親探しも元従業員の方がされたりするんですか。いや違うと思います。元従業員の方は犬をどうこうする権限ないので、やっぱり身内になってしまいますね。所有の犬なので、従業員が勝手に移動させたらいった窃盗に当たるってですね。そうか、所有権がありますね。そうです。所有権放棄していただくとか、どこかの里親か愛護団体に。そうなりますね。なるほど。2階の床がまだ匂うんで、もう一回気になるんで洗浄します。はい。従業員に対してもペットに対してワンちゃんに対してもですね、虐待していたということで、対して今思うことって、最初は多分犬が好きで始めたんだと思うんですけれども、周りの人間の言葉を無視し続けて、こんな大規模な多頭飼育崩壊を起こしてしまったから、もう二度と動物に関わらないでほしいですね。可能ならエアコンのない部屋の狭いゲージに入れて、お水もご飯もこっちの気分次第であげてっていう罰を与えたいですね。犬たちがどんな気持ちでいたかっていうのが本人は一番分かってないので、もしね現在そういった施設に働いててどうしようって悩んでる人がいてたとしたら、必ず信用できる第三者にまず相談してほしいっていう。だから洗脳されてる
可能性が高いんで、そのオーナーさんに。そうで、どうにもできないってなったら、逃げるっていう選択肢も持ってほしいと思いますね。自分をまず守ってほしいっていうの、絶対に自分一人でどうにもならないことなんで。そういう行政の窓口とかってあったりするんですか？あります。あるんですか？はい。逮捕される前も行政は何回も指導に出てました。でも改善されなかったんで。このワンちゃん、命あるワンちゃんがこう物として扱われるのもいかがなものかなと思います。はい、そうです。難しい問題なんですけどね。かといって人間と同じ待遇にするっていうのは、難しいっていうのは分かってるんで。あの現場、私自身も特殊清掃を今している最中なので、詳しく深掘りして聞いていくと本当にすごいことがあったんだなと、リアルにこう入ってきました。はい、今日は貴重なお話をお聞かせいただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。まっさらになって、すごいですね。当時は本当に、ひどい匂いだったんで、この現場でも、何百匹以上も亡くなってるわけなんで、それを弔ってあげるっていうこともすごい大切なことだと思うので、ちゃんと供養してくださったことにはすごいありがたいのかなと思います。はい。元に戻るんかと思うような汚さと匂いと心配しておりましたんですが、見違えるように匂いに汚れにすっかりきれいになって感激しております。私も当初ここでブリーダーをやってることしか知りませんでして、この問題が起こりまして、いろんな方面からいろんな情報をやっぱり受けて、そんなふうなことが私が賃貸している方がやってるということももう許されんでしたです。室内の天井から壁から床から全ての面の洗浄作業を何度も何度もやっていただいたことが非常に印象に残ってますね。私が当初思ったより以上に完璧っていうぐらいな状況にしていただいていると感じておりまして、非常に川崎クリーンサービスさんに言って今は良かったなと思っております。はい。携帯賃貸契約終わって昨日から室内の整備工事中ですか、改修に入っていただいているということなんです。はい。だからね、非常に良かったなとそれも思っておるんです。はい。このような現場に立ち会うのは私たち清掃員にとっても非常に辛い経験です。物件オーナー様もこの事態に直面し多大な気苦労をされたことと思います。本日のような事件現場の特殊清掃や物件の取り扱いにお困りのご相談も多くお問い合わせいただいております。お悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、一人で抱え込まずにぜひ私どものような専門業者にご相談ください。チャンネル登録やいいねをしていただけるとこの活動の励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後に亡くなったすべての動物たちのご冥福をお祈りいたします。ありがとうございました。